こんにちは、ずんだもんなのだ。今日も世界のニュースをお届けするのだ。今回は、ルーマニアのニュースを紹介するのだ。今日紹介するニュースは次の5つなのだ。どんな国なのか、一緒に見ていくのだ。東ヨーロッパに位置する魅力的な国、ルーマニアをご紹介するのだ。首都は、東欧のパリとも称される、活気あふれるブカレストなのだ。かつては共産主義体制を経験した歴史を持ちつつも、現在は EU に加盟し、民主主義国家として発展を続けているのだ。人口はおよそ1900万人で、多様な文化が息づいているのだ。かの有名なドラキュラ伝説の舞台として知られ、中世の面影を残す古城や独特なフレスコ画が美しい世界遺産の修道院が点在するのだ。カルパティア山脈の壮大な自然も魅力で、豊かな農業に加え、近年は自動車産業や IT 産業が目覚ましい発展を遂げているのだ。素朴で温かい人々の暮らしと歴史、自然が織りなす奥深い魅力に満ちた国なのだ。一つ目のニュースなのだ。中国ラックスシェア、ルーマニア事業のレオニカ半数株買収という記事なのだ。みんな、中国の電子機器メーカー、ラックスシェアが、ドイツの自動車ケーブル大手、レオニエイジーの株を半分以上、50.1% も買っちゃったんだって。レオニはルーマニアにも大きな生産施設を持っていて、何千人もの人が働いている、とっても大事な会社なんだよなのだ。この買収は、オーストリアの実業家さんから株式が譲渡されたもので、ラックスシェアがヨーロッパの自動車ケーブル市場に本格的に進出する大きな一歩になるのだ。レオニの CEO は、ラックスシェアという強力なパートナーを得たことで、レオニの競争力がポートフォリオの拡大、市場アクセス、技術力、生産能力など、あらゆる面で大幅に向上すると期待しているのだ。ラックスシェアの CEO も、この提携によって、会社の世界的な展開力や技術革新の能力がさらに強化されるって言っているのだ。お互いの強みを合わせることで、お客様にもっと大きな価値を提供できるようになるって考えているのだ。ラックスシェアは、コネクタや自動車電子部品を扱う世界的なメーカーで、最近は買収や共同事業で急速に成長してきたのだ。今回のレオニとの提携で、ヨーロッパの大手自動車メーカーとの長年の関係や、ルーマニアにしっかり根付いた生産ネットワークを活用できるようになるのだ。レオニのルーマニアでの事業は、ヨーロッパの拠点の中でも特に大規模で、複数の施設があるんだなのだ。この会社は、世界のトップ自動車メーカーに配線システムなどを供給していて、ルーマニアの産業部門の主要な雇用主でもあるのだ。元のオーナーさんも、ラックスシェアこそがレオニの長期的な成功を確実にする最高のパートナーだと喜んでいたのだ。この買収は強力なビジネスモデルがあれば新しい市場をどうやって開拓できるかってことを示してくれる良い例なんだなのだ。二つ目のニュースなのだ。ルーマニア CFA トップ年末インフレ 8% 予測上振れリスクという記事なのだ。ルーマニア CFA 協会の会長アドリアン・コディルラシ氏が今年の年末インフレ率について大事な話をしてくれたのだ。なんと少なくとも 8% に達する見込みがあるそうだけど、もしかしたら物価が全体的に上がって11% になるリスクもあるって言っているのだ。すごいことなのだ。コディルラシ会長は金融アナリスト協会の会長としてビジネス番組 GIARUL FINANCIAR ライブ入江ボロジャン政権が最近言った財政政策が経済にどう影響するかを語ってくれたのだ。多くの専門家たちの今年のインフレ予測はだいたい 7.5% くらいだけど、ほとんどのアナリストさんはもっと上がるかもって心配しているのだ。コディルラシ会長も今年は 8% から始まりそうだけど、2桁の11% になる可能性も捨てきれないのだって言っていたのだ。これは1
ジャン政権が VAT、付加価値税を上げたり、物品税を上げたりする、いろいろな増税措置を打ち出したのが関係しているそうなのだ。これらの措置で、ルーマニアの国家予算は合計で95億 RON にもなると予想されているのだ。物価の動きにこれからも注目なのだ。3つ目のニュースなのだ。ルーマニア第1四半期 GDP 改定値、消費の微鈍化という記事なのだ。みんな、ルーマニアの最新の経済ニュースなのだ。2025年第1四半期の GDP 改定値が発表されたんだけど、消費の伸びが予想よりずっと遅いことが分かったのだ。年間の成長率はわずか 0.3% で、前期比では 0.0% と横ばいだったのだ。当初の予想と比べて、家計サービスが 1% 縮小しちゃって、家計の個人消費も 2.3% 増えるはずが 0.9% しか伸びなかったからなのだ。他の産業では製造量が 3.0% 縮小したけど、建設業は 9.9% と大きく伸びたのだ。IT 分野も世界的な産業の減速に合わせて控えめな 0.9% の伸びだったのだ。全体で見ると総付加価値は 0.3% 縮小したけど、税金や補助金は 7.2% も増えたのだ。貿易データも修正されて、純輸入が国内需要に占める割合は 6.2% になったのだ。名目 GDP は 2.7% 上方修正されたから、赤字の比率は少し良くなるかもなのだ。この結果、ルーマニアの GDP は過去5四半期にわたってほとんど停滞状態が続いていることが改めて確認されたのだ。統計局が発表した初期のデータも今回しっかり確認されたのだ。4つ目のニュースなのだ。ルーマニア貿易赤字 GDP 5月までの1年で 9.9% に上昇という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。ルーマニアの貿易事情にちょっと変化があったみたいなのだ。今年の5月までの12ヶ月間でルーマニアの貿易赤字が GDP 国内総生産に占める割合が去年の 9.2% から 9.9% に増えちゃったみたいなのだ。0.7 ポイントも上がったってことなのだ。単月の5月だけを見ると、輸出が前年比 10.6% 増の80億ユーロ、輸入も 5.0% 増の107.3億ユーロと、どちらも伸びたみたいなのだ。これはイースターの時期が影響してるみたいだけど、貿易赤字自体は一時的に 10.6% 減の 22.8 億ユーロになったのだ。でも、直近12ヶ月間で見ると、状況はちょっと違うのだ。輸出は936億ユーロで、わずか 1.8% しか増えてないのだ。これは名目 GDP の伸び 8.5% と比べると、かなり控えめなのだ。だから、輸出の GDP 比は 27.9% から 26.2% に下がっちゃったのだ。一方で、輸入は1290億ユーロで 5.7% も増えたのだ。輸出より伸びが早いから、輸入の GDP 比は 37.1% から 36.1% に下がったとはいえ、依然として高い水準なのだ。結局、商品貿易の赤字は1年間で 17.1% も増えて354億ユーロになったのだ。これが GDP の 9.9% に当たるから、貿易赤字がじわじわ膨らんでいるってことなのだ。ちょっと心配な状況かもしれないのだ。5つ目のニュースなのだ。ルーマニアで炭素病2件確認という記事なのだ。ルーマニアでちょっと心配なニュースが入ってきたのだ。ブカレストの病院でなんと炭素病の患者さんが2人も確認されたのだ。みんな状態は安定していて治療を受けているから安心してほしいのだ。感染源は家で飼っていた羊さんのお肉を扱ったり食べたりしたことだと思われているのだ。でもね、人から人へ感染するリスクはすごく低いってお医者さんが言っているのだ。だからむやみに心配する必要はないのだ。それからね、別のニュースとしてブカレストでマラリアの患者さんも1人見つかったのだ。69歳の男性で
こちらも状態は安定しているそうだから、ひとまず安心なのだ。この方は最近海外には行ってないらしいけど、詳しい調査が進められているのだ。今年に入ってからルーマニアでは21件のマラリアの症例が報告されているけど、これまでの患者さんはみんなマラリアが流行している国に行ったことがある人たちなのだ。だから、しっかり注意して、健康に気をつけてほしいのだ。ルーマニアって歴史と自然がとっても豊かな魅力いっぱいの国なのだ。今日のニュースでは中国企業からの投資や自動車、IT 産業の発展に期待が持てる一方で経済的な課題も見えたのだ。でもみんなで力を合わせればきっと乗り越えてもっともっと素晴らしい国になるのだ。これからの発展がますます楽しみなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。